こんにちは。いただきます百科へようこそ。今日のテーマはごちそうさまでしたです。食事の後、手を合わせてごちそうさまでしたという日本ではとても当たり前の光景です。でもこの言葉の意味を改めて説明しようとすると少し戸惑うかもしれません。そもそもごちそうとは何なのでしょうか。そしてこの言葉は一体誰に向かって言っているんでしょうか。実はごちそうさまでしたには日本人が大切にしてきたある価値観が込められています。今日はごちそうさまでしたという一言に込められた意味とその背景にある考え方をゆっくりと紐解いていきます。結論からお伝えすると、ごちそうさまでしたは食事のために奔走してくれたすべての存在への感謝を表す言葉です。目の前の料理だけでなく、それを用意するために関わった人や時間、そして命、そうした目には見えない働きや心遣い、つながりすべてに向けて伝えられる言葉がごちそうさまでしたなんです。この言葉の意味を紐解く鍵となるのがその語源です。ごちそうさまでしたの地層という漢字を見てみると、走るに走ると書きます。走るという字は馬を走らせること。つまりごちそうさまでしたの地層とは走り回ることを意味しているんです。今のようにすぐに食材が手に入る時代とは違い、昔は食事を用意するために様々な準備が必要でした。馬を走らせて食材を集め、水を汲み、火を起こして調理をする。その一つ一つに時間と労力がかかっていたんです。そうした走り回って準備することを地層と呼んでいたんですね。この地層という言葉の前に相手の行為に対して敬意を表す敬語のごをつけるとごちそうになります。この言葉の意味は知っている人も多いですよね。そう、豪華な食事です。このごちそうという考え方は人をもてなす文化の中で育まれてきました。例えば客人を迎える場では相手のために準備を整え、心を尽くして食事を用意します。そのもてなしの行為に対して感謝を表す言葉がごちそうさまです。ごちそうという言葉の後ろに個人に対する敬称である様をつけることで相手への敬意が加わるんですね。食事をいただいた側が受け取ったもてなしや食事を振る舞ってくれた相手に伝えるありがとうの気持ちがそこにはあります。ごちそうさまでしたという言葉の背景には日本に根付いてきた仏教の考え方も深く関わっています。仏教では食事は単なる栄養補給ではなく生きることそのものと深く結びついた行為だと考えられてきました。例えば食への感謝と心の在り方を整える五感の下という教えには、食べ物がどこから来たのか、どれだけの人の手を経てここにあるのかを思い起こす内容が含まれています。食材の命や生産者の苦労に思いを馳せるわけですね。食事とは見えない多くのつながりの上に成り立っているものです。いただきますが命を受け取ることへの感謝だとすれば、ごちそうさまでしたはその食事を支えたすべての営みに対する感謝の心です。この2つの挨拶が揃うことで日本の食事のあり方が見えてくるのかもしれません。食事の前後に手を合わせていただきます、ごちそうさまでしたと唱える日本の習慣には命を敬う精神が息づいているんです。現代でもごちそうさまでしたは様々な場面で使われています。例えば家庭では毎日自然にこの言葉が交わされます。ちなみに家庭の中ではごちそうさまでしたに対して食事を作った人がお粗末様でしたと返すことがあります。これは大したものではありませんがという控えめな気持ちを表す日本らしい表現です。家庭以外の場所ではちょっと変わった使われ方をしている例もあります。例えば外食をした時、お店の人に対して帰りがけにごちそうさまでしたと声をかけることがよくあります。また誰かに食事をご馳走してもらった時はお金を払ってくれた人に対してごちそうさまでしたと言います。もしかしたら日本人の習慣を知らない人にとっては、なぜ料理を作っていない人に言うんだろうと少し不思議に感じられる場面かもしれません。これは食事そのものではなく、その機会を用意してくれた行為や心遣いに対して感謝を伝えているんです。
こうして見てみると、ごちそうさまでしたは、目の前の料理はもちろん、その背景にある関係性にも向けられた言葉であることがわかりますね。食事の後の挨拶は他の言語にも存在しますよね。例えば英語では Thank you for the meal 食事をありがとうと、食事を作ってくれた人や提供してくれた人に対して感謝を伝えるでしょう。韓国語では잘 먹었습니다よく食べましたという表現で、食べるという行為にきちんと向き合い、それを受け取ったことへの感謝を表しますよね。中国語では吃饱了ぐらいしか対応する言葉が思いつかないんですが、お腹がいっぱいになりましたという食後の状態を伝える言い方が一般的だと思います。このように比較してみると、それぞれの言葉が何に向かって発せられているのかが少しずつ異なっていることがわかります。その中で日本語のごちそうさまでしたは、目に見える相手だけでなく、その背後にある多くの命や働き、つながりにまで意識を向けている点が特徴的だなと感じます。そこには目の前の相手だけでなく、名前も知らない誰かとの関係性の中で生きているという他者への意識を大切にする日本独自の感覚が隠されているのかもしれません。いかがでしたでしょうか。普段何気なく口にしているごちそうさまでしたという言葉には、食事の裏側にある多くの働きや命、そして人と人とのつながりへの感謝が込められています。次にごちそうさまでしたという時、その言葉の奥にあるものに少しだけ思いを向けてみると、いつもの食事の時間がほんの少し違って感じられるかもしれません。このチャンネルでは、いただきますの周りにある日本の家庭の食と暮らしをテーマに動画を投稿しています。この動画が良かった方は、高評価とチャンネル登録お願いします。そして取り上げてほしいテーマがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、今日も心地よい食事の時間をお過ごしください。